お前面だったのかよ。バツネス笑い。最終回だった。作間菊田だったが性癖も出なかったし W。バツネス笑った W。笑えるし一応丸く収まっていい最終回だったわ。バツネスさんお帰り。いつも通り見たかったもの見せてもらった感じだわ。1クール楽しかった。バツネスは草。4期はよ。なんか半端な感じで終わったな。本命ヒロインみたいな扱いなのに負けヒロインのバツネスさん。ラストのケツは大丈夫そうだな。かつてないシリアス回とか原作読んでるやつらが言ってたから見てたらいつものこのスバだったわ。てかめぐみんが街を壊した借金はどうなるん？クリフハンガーなしか。4期の予定が白紙のパターンかね。3期にもなるとパワーダウンする作品も多いのに、1期や2期にも劣らず笑えて楽しめたな。アルダープの財産から出るやろ。芸達者の魔法が思いのほか悪さできてくさ。エリス様の引きがなかったから。ダスと元気そう貴族とも仲良くやってるんだな。原作だとアルダープに激痛を与えてそのまま地獄に引きずり込んで終わりだったからね。アニメはアニメでとっても面白かった。わよ、4期みたいな映画でもいい。まあ面白かったな。今期はなんだかんだで安定度ナンバーワンだろこれ。次は映画にするのか放送するのかまだ決まってない感じかね。まだ見れてないんだが4期はありそうな終わり方だった。当たり屋ダスト W。 冒頭部分だけはラブロマンス調だったな。でもだが断るとダクネス父に。映画やるなら休館のとこだろうけどアクア&エリス祭が間に入ってるからな。2期から3期までどれだけ期間空いたと思ってるのマックまったくも。神器を2つも入手した上にランダムで呼び出した悪魔が忘れっぽすぎて願いを叶えたことすら忘れたいかを踏み倒せる地獄の公爵。途中までは恐ろしいくらいに運がいいよなアルダープって。感覚で言うたらリゼロも大概だからな。かつ2期終わってすぐ発表しなかったし、やっぱスロやパチが絡むアニメは放送した部分使って再利用するだろうからどうしても感覚むなしくよな。儲かるし額薄な感じ。数年は待つ覚悟はしておいた方が良いかも。全てはバニルさんの描いた絵図通りに。魔王より強そうな悪魔の公爵。アニメに文句ないけど漫画の描写の方が良かったね。来年か再来年あたりのアニメフェスである程度型になった状態で発表だよなこれ。4期はペース的に6年後か。マクスウェルが救われたようでよかった。作者の中でアルダープをどう使おうかいろいろ方針変えたけど結局元のただの悪い領主路線に戻った感があるな。爆炎みたいに金崎は総監修程度でいいなら2年後とかで済むかもしれん W。 パチは制作に最低でも2年はかかるしな。それ言うてもシンフォギアなんかバンバン出したし制作会社側の都合じゃない？テレビだとバツネスの叫びクレジット貫通しててくさ。ABEMA と地上波で最後編集変えた。今期も実にあれだった。来期もあれであってくれ。シーンごとに作画の癖がコロコロ変わってたな。作間修正間に合わなかったか。ああ、なんか変わったんか？ABEMA はバツネスで終わったぞ。最後は完全にバツネスさんだもって言ったな。ああなるほど。やけに事態がうまく転がりすぎると思ってたら最初っから全部バニルの脚本通りだったのか。普段はとぼけていてもさすがは大悪魔。バニル本当に有能だな。提供にはみ出た叫びは配信だとどうなるんだろう。シリアス回かと思ったら最後までいつも通りだった WWW。 息子も王子もララティーナと婚約を結んだところで身体を入れ替えるネックレスで乗っ取る予定だったんだよな。バツネスさんの叫びが提供クレジットにまで被ったの笑った。さすがにマスクウェルの頭半分は無理だったか。体入れ替えのネックレスはもともと第一王子に送ったものだぞ。バツネスもメグミンもいいんだけどアクア様が暴れ回り泣き叫ぶこのスバがまた見たい。入れ替わりの神器の裏ルールについては話し合っただろう。ララティーナの相手にふさわしいのは第一王子。そしてアルダープは入れ替わりの神器を手に入れようとしてた。導かれる答えは一つしかない。息子はなんか3期はメインで倒す敵もいない。ダクネスが借金で自爆したのを解決しただけで終わってしまってなんか物語的な区切りが全くなかったな。メインの物語じゃなくて途中に挟まったおまけエピソードだけ消化したみたいで消化不良でならん。王女と仲良くなったのは次の話への伏線かと思ったがそのまま終わっちまったな。続きやるのか？よかったけど
シーズン前半であれだけ目立ってたアイリスやクリスが最終回でほとんど出番ないのはちょっと不満。アニオリでもねじ込んでほしかった。言うて20億の現金を即座に用意できるやつが結局バニルくらいしかおらんからな。それを言うなら最初からアクアがマクスの呪いに気づいて解除すれば偽りの借金を払う必要すらなかった。バツネスの叫びでしっかり落ち着いてるのはロタ。刺すこのスバ。っていうかダストを最終回で暴れさせるためにホモ貴族エティをやったのか。爆裂魔法、誰が抑え込んだんだろう。借金がどうしようもできなかったのはあの悪魔に色々やられたせいなのか。よくアクアが今まで気がつかなかったな。これまでのシリーズ最終回と違って強敵倒す展開じゃないからやや盛り上がりには欠けたが、笑いや感動的なシーンが多くて良い最終回でした。なるべく早めに戻ってきてね。バツネスさんと愉快な仲間たち。アクアが早い段階でマクスの呪いに気づくのは無理でしょう。カズマがダクネス父に引き合わせに行かない限り。アニメじゃ削除されてたけどバニルはアクアの存在は最初から織り込みで脚本書いたっぽいから。最終回だった。こうでなくては。クズマさん、バツネス、ダメ神、頭のおかしい爆裂娘。いつものトンチキパーティーでした。読解力がない自己紹介オツ。ご視聴ありがとうございました。